売上が上がる AI 活用小坂井チャンネルスマート8代表の小坂井です。このチャンネルでは売上を上げるための具体的な AI 活用の方法についてお見せしていきますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今回のテーマはリアルタイム議事録で商談の質が変わる。会議の最中に使う道具としてリアルタイム議事録を具体的にどう使うのか、リアルな商談体験をお見せいたします。AI 議事録って最近増えてますよね。TLDV とか Google Meet とか。基本的に会議の後に役立つものです。今回はそこではなくて、リアルタイムに議事録を取って会議中にどう使うのか教えていきたいなと思います。 TLDV とか Meet だったりとか Zoom とかはリアルタイムの議事録とかは結構難しいんですか？字幕とかは使えたりするんですけども、リアルタイムに書き起こされた内容をもとにシームレスに AI に質問したりとかまとめさせるとかができないので、グラノーラっていうツールであったりとかノッタっていうツールがリアルタイム議事録ではおすすめです。今回はグラノーラっていうツールを使ってどのようにリアルタイム議事録っていうところを使っていくのかお伝えできたらと思っております。グラノーラ初耳でした。マイナーツールではあります。小坂井さんの周りはグラノーラ使われてますか？私の周りはほとんど見ないですね。サークルバックとか TLDV とかそちらが多い気がします。この議事録ツールを使うと何ができるか紹介いただいてもいいですか？会議中にリアルタイムでできることっていうのは主に3つあります。1つ目が自分の理解を補う。2つ目が議論を整理する。3つ目が意思決定を支援するです。ここだけだと難しい言葉が並んで理解しきれないと思うので、今から商談をデモしながら具体的にどう使うのかお伝えできればと思っております。 YouTube の運用代行とか撮影代行をやらせてもらってるので、その会社の前提で業務効率化の AI ツールのご相談をさせていただいてもよろしいですか？実際にグラノーラを起動して商談の方を実施させていただければと思います。どんなことをやられてたりしますか？そうですね。弊社は YouTube の運用代行と撮影代行というところをやらせていただいてます。多岐にわたるような業務範囲になるんですけれども、時間かかってるところがいくつかあるので、そのあたりの業務効率化できるとなというふうに思ってます。クライアントが増えてきて忙しくなってきてますか？正直な話そうですね。特にここが一番時間かかるとかってあったりしますでしょうか？企画のところが時間かかっている部分でありまして、 YouTube をどういう撮影をするか考える時間にかなり時間を使ってしまっているという状況になっています。台本を書くとか何の動画を撮影するとクライアントにとって有益な便益になっていくのか考え出すのが時間かかるんです。おっしゃる通りですね。クライアントの情報とかをもとにどういうふうに企画を出すために細かくやられてますでしょうか？企画のステップで言うと大きく3つありまして、企画をリサーチするっていうところがまず1つ目のステップになってきます。企画をリサーチするにも2つの分類がありまして、1つ目がニーズがあるかっていうところですね。そもそも検索ワードがどれくらいあるか、 VSEO 対策っていうふうに言ったりするんですけど、どういうふうなワードがどれくらい検索されていてどれくらいの検索ボリュームがあるかみたいなところをラッキーワードだったりとかキーワードプランナーというツールを使いながら需要を特定しに行くってところがまず最初のステップになってくるかな。2つ目が競合動画をリサーチするってところになってまして、YouTube で他の AI 系のチャンネルだったら何が伸びてるんだったりとか、他のクロードコードを扱っているようなチャンネルはどういう風なところが今トレンドなんだみたいなところをしっかりリサーチするってところが1つ目の企画リサーチの部分になってきます。今 VSEO であったりとか専門用語が出てきたと思います。実際に商談であったりミーティングの場でこの用語ってどういう意味なんだろうみたいなことって皆さんあるかなと思います。そういった時にですね、リアルタイム議事録ですと AI に聞けることは聞いちゃった方が早いと思います。ここで VSEO って何みたいなことを AI の方で聞けると。 VSEO って言葉自体も聞き逃したとしてもリアルタイムの議事録に残ってるので、さっきの言葉って何みたいな感じで聞くと答えてくれる形です。 VSEO イコールビデオサーチエンジンオプティマイゼーションって出てますけども、具体的な説明があるので自分の理解を補完できるっていうのが一番最初のポイントになっています。商談中にわからない単語があった時に聞けるツールでもあるっていうことですね。まさにおっしゃる通りです。会議中に消化できるっていうのが良いかな。会議の後に理解しても遅かったりする場合もあるかなと。リアルタイムの商談の中でわからないところは AI に聞いて回答して、クライアントには自分がわからなかったっていうところは伝わらない状態でしっかり伝えることができるみたいな、そういう理解であってますか？合っております。キーワードからリサーチしていくっていうところと、あと競合の動画を調べるっていうところ、そこからどうやって企画のテーマみたいなの決めていかれるんでしょうか？2つ目が企画をサマライズしていくっていうところになってまして、具体的に出てきた企画案の中でどういう企画案にするかっていうカテゴライズがすごい重要だなというふうに思ってます。ニュース系の企画案なのか、トレンドを追っかけた企画なのか、カテゴライズってところを2つ目にやることが多いですね。集めたデータをもとにテーマをカテゴライズしてアイデア出しをしていくって感じですかね？おっしゃる通りです。ここまでの内容とか業務の流れっていうところを理解したいなって時に、ここまで話に出た業務を整理してまとめてみたいな形を言えば、課題としては企画リスさんに最も時間かかる。
ている。リサーチとカテゴライズ、アイデアだし、こんなような形でサマライズすることが可能です。この内容自体をクライアントお見せしながら、これで必要ないでしょうかみたいな形で、相互の脳内同期をしやすくするってところにも使います。商談中の中で抜け漏れてしまったなとか、記憶をたどりたいという時にまさにこのツール使えるってことですね。おっしゃる通りです。頭の回転が早かったりとか、ベテランの方だったら、いや、こんなの必要ねえよっていうかもしれないんですけども、新人の方とか、絶対理解しきれない言葉多いと思うので、その場で整理をした上で会議の中に入っていけるみたいなところが良い使い方かなと思います。今いただいた話をですね、裏側でコピーして要件定義をするってことも可能です。ここまでの内容を元にリサーチアプリを作りたい。その定義をして、リアルタイムで話した内容をもとに要件をまとめてくれてるっていうことですか？そうですね。競合動画のリサーチであったり、需要のリサーチですね。話に出たラッコキーワードとか、こんなような形で、裏側でこれを作るためのプロトタイプみたいなところをチェックすることも可能です。YouTube ラッコキーワードの API はあると。それを元に作るってことが可能です。実はですね、質問した内容っていうのを裏側でプロードコードを叩いて、プロトタイプの方を作りました。YouTube の企画、業務効率化の部分のプロトタイプを作っていただいたっていうことですか？はい。もともと台本作成っていうところはプロトタイプを持っていたんですけど、リサーチのところに時間かかってるところだったので、リサーチ企画出し機能を作りました。クロードコードとかのテーマで検索ができるような形に今なっております。検索をするとですね、ラッコキーワードであったりとか、YouTube の動画の API をですね、叩いて競合のデータを取ってくるというようなことが可能になっております。キーワード取得と競合動画取得っていうのは、リサーチの方法を分析してくれてるっていうことですよね。はい。こんなような形ですね、クロードコード関連のキーワードをバーッと取ってきて、170件簡単に見れると。これをラッコキーワードに行って、YouTube に行って時間かかったりすると思うんですけども、1画面の中で一気にできるような形になってます。競合の YouTube 動画で登録者数と比べて、活度みたいなものを表してくれてるってことですよね。そうですね。チャンネル登録人数に対してどれぐらいに伸びてるかっていうところも出してたりするので、シンプルにコンテンツ力が高いものとかを調べられたりも可能です。上のところはラッコキーワードっていう自分が発した言葉をもとにラッコキーワードの API を使ってデータを抽出してきてるってことですか？おっしゃる通りです。これだけ出すんだったらその画面見に行けばいいと思うんですけど、そこから AI の真骨頂である推論しながらカテゴライズをしていき、人間のコンテンツ生成っていうのを補助するってことも可能です。こんなような形でクラスターをですね、キーワードに対してどういうニーズがあるのかっていうところを整理できたりします。動画に関してもですね、どういうジャンルがあるのかっていうところを整理しております。これらをもとにクロードコードで言うと概要理解とか売上直結系であったりとか、いろんなジャンルがあったりはするので、企画出しするときに参考にしながら作れる状態を作っています。そこからですね、企画出しっていうところもできるように今回いたしました。リサーチしたファクトからカテゴライズして、なぜこのテーマが良いのかっていうところの補足情報とかも記載するようにしているので、参考に選んでいただけると今やられている業務っていうのが減るのかなと思います。理由もセットで書いてくれてるのいいですね。クライアントにこのテーマにしましたっていう時の説明にも使われるかなと思ったので入れさせていただいております。こちらの意図まで汲み取ってこのプロダクトに仕上げてくださってるってことですね。これは簡易的に作ったプロトタイプですので、さらに御社の業務に合うようにカスタマイズしていくことによってどんどんコースを減らしていけるのかなと思います。これだけでも正直使うイメージだいぶ湧いたというか、商談の時間の中でこれお見せいただけるってことなので、その場で具体の話とかもできそうですよね。弊社のような開発会社で言えば、クライアントがどんなものできるのか、パワポで説明されてもイメージ湧ききらないんですね。こういった場でここまでできるみたいなことが見えるだけでも制約率が変わったりしていきます。クライアント様側からしても、一回持ち帰ってプロトタイプ作ってまたミーティング設定されるよりも、この場の中ですぐに話ができるっていうのは良かったりはしそうですよね。そうですね。スピード感は上がるかなと。YouTube だけじゃなくって他の業界にも転用可能なんですか？どの業界でも可能でして、漫画を作る会社様とかであればゲームを作るところがすごい時間かかられてるところだったので、それを作るアプリを商談の中で改善してご提示したら、ここまで理解してくださってる会社なかったですという形に言われたりとかします。この動画を見て少し興味があるなっていう方は概要欄のリンクからお問い合わせいただけるとちょっと嬉しいですね。ぜひお問い合わせいただけるとありがたいです。これ他の会社さんもすぐ真似できそうだなっていう印象を持ったんですけど、そこってどう思いますか？他の会社も簡単に真似できるかなと思います。プロトタイプのクオリティとかはそれぞれの経験があると思いますので、イメージが湧くものっていうのが作れるだけでもクライアントのコミュニケーション円滑になるのかなと思います。これをご覧になった方々は明日から挑戦してみることによって商談からの受注率が変わってきそうだなっていう印象を持ちました。弊社の場合ですと 1.5 倍ぐらい商談からの制約率が変わってきています。自分が話した内容の中でここまでプロトタイプができるっていうのは衝撃だったなっていうふうに思いますので、貴重なお話ありがとうございました。この動画をまとめさせていただきますと、まずは自分の理解を補うためにリアルタイム議事録を使うと。
その後ディスカッションの理解しきれなかった部分とかを AI にサマリーさせて、クライアントであったり関係者と認識を合わせていくっていう、整理するっていう使い方。3つ目に関しては、意思決定をさらに加速させるためのものを作っていく、プロトタイプを作るであったり、その場で提案書を作るとかもあるかもしれないです。リアルタイムでできる方がビジネスインパクトはあるかなと思いますので、ぜひご利用いただけると良いかなと思います。売上につながる AI 企画というところで振り返っていかがですか？弊社の中でもリアルタイム議事録使って制約率が上がってきてますので、お伝えできて良かったです。第2回も売上が上がるような企画案をご用意いただいているということで、今後は楽しみですね。そういった内容をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。